皆さんこんにちは、ただおばです。カヌチャリゾートさんで過ごすただの家の沖縄旅行2025。2回目の今回は皆さんお待ちかねのビュッフェ実況カンペなし一本勝負。カヌチャリゾート内のカジュアルダイニングパラディさんの朝食ビュッフェにフォーカスして余すところなく全部お伝えしますね。2日目もいつも通り観光なしの冬のホカンスをのんびり楽しむただおばたちと一緒にただの家プラスワンとしてご視聴いただけると嬉しいです。カヌチャリゾート3編はこの動画以降も続きますので、この動画を楽しんでいただけたらぜひチャンネル登録、いいねとコメントもよろしくお願いいたします。それではカヌチャリゾートさんでの2日目前編スタート。朝は結構ひんやりするね。上着必要かもしれません。2日目の朝は雲多めのスタートではありましたが、予報は晴れ。前回の沖縄旅行が雨続きだったので、それだけで幸福度が上がっております。ヤシの木が南国感あるね。このカートはね、園内敷地内全部このカードで移動なんですが、うちの子は257番。もう鍵がね全部一緒らしくてね、間違って乗らないでねって言われました。よいしょ。はい、よろしいですか。ではおはようございます。貞夫さんです。はい、おはようございます。今から朝食でございます。パラディのビュッフェに行きたいと思います。こっちから行けばいいのかな。こっちから違うのかな。じゃあクラブハウスか。これ違う、間違った。ここもね朝食やってるらしいんですけど、ここはゴルフする方向けの割と軽めの朝食ですっておっしゃってました。カートに乗るとさらに風が当たるので寒いです。朝夕は寒いですね。正直ね、言うても沖縄ショーなんて甘く見てたところあって、昨日のスターダストファンタジアでちょっと寒かったくせに懲りずにこの日の朝も薄手のワンピースにサンダルというリゾート満喫仕様で出発してしまって結構寒かったです。皆さん冬の沖縄、朝夕はある程度の防寒はした方がいいですよ。はい。昨日ちゃんと見えなかった教会です。この教会のところを曲がってパラディに向かいます。敷地内を巡った最初が夜だったもんだから、改めて明るい時間に通ってみると全然違う場所のような感覚でした。今ただおばたちが向かっているのは Day1 の動画で最後に向かったマザーツリーの近く、ガーデンプールが目の前にあるレストラン棟、その中にあるカジュアルダイニングパラディというレストランで朝食ビュッフェをいただきます。ただの家が予約したルルブの朝食付きプランではビュッフェスタイルのパラディさんか和食のカヌチャさん、あと先ほどもお話ししたクラブハウス棟の軽めの朝食のどれかを選べました。もちろん和食にも行きましたので、そちらは Day3 でご紹介いたしますが、いやほんとね、どっちもめちゃくちゃ良かったです。マジで最終日はね、頭抱えてどっちに行こうか本当に悩みました。縦列駐車で行きました。はい、到着しました。こちらがレストラン棟です。パラディ以外にバーベキューテラス、クーワクーワやバーラウンジ、カタラもここにあります。バーベキューも行きたかったな。ここに行きます。すごいでか蜂。植木鉢。はい。
いがする。誰かに作ってもらう朝ごはんってどうしてあんなに美味しいんでしょう。パン好きの忠おばにとってその幸せのスイッチは朝のパンの香りにあります。毎日休まず家事を頑張っている皆さんこそ旅先での至れり尽くせりな時間に深い癒しを感じるはず。たまには自分を甘やかすそんな朝があってもいいですよね。忠おばたちが泊まった時期はちょうどクリスマス前でしたので、イルミネーション以外にも至る所にクリスマスを感じる飾り付けなどがあり、あちこちにクリスマスツリーもありました。パラディさんのツリーも小さいけどとっても可愛かったです。ツリーの下にプレゼントが置いてあるこの感じが忠おばの幼心を優しくつつきます。そしてお席はこんな感じで結構広く、テラス席もあります。右奥がお料理のあるスペースです。忠おばは寒いかなと思いつつも、どうしてもテラス席に座りたくて空いていたのでお願いしたら案内していただけました。だってさ、リゾートホテルの朝食の醍醐味じゃないですか。テラスでの朝食って叶えられる夢なら叶えたいですよね。で、スタッフさんが気を利かせてくださって屋外用ヒーターの近くの席を用意してくれました。これめっちゃ暖かいのね。インドア忠おば全然知らなかった。夜のイルミネーションを見ながらの食事はもちろん最高ですが、青空の下鮮やかなグリーンのマザーツリーとヤシの木、そして水鏡になってカヌチャさんの美しい景色を映し出すガーデンプールを見ながらの朝食は、これぞホカンスをまた一つクリアした嬉しい体験でした。しかし忠おばにはやらねばならないことがある。さあ今回も元気に行ってみましょう。始まりました。忠おばの料理名はカンペあるよ一本勝負。今回はカヌチャリゾートさんのカジュアルダイニングパラディさんの朝食でございます。ここ1年でより一層老眼が加速したため、プレビュー画面でお料理名を読み取ることがね、すごく難しくなってしまったので、今後はお料理名はある程度カンペに頼りたいと思います。はい。それはさておき、スタートは忠おばの大好きなパンからです。パラディさん、パンの種類多かったです。ロールパン、オレンジデニッシュ、デニッシュブレッド、パンオショコラ、ライ麦パン、クロワッサン、ハード系バケット類からフォアフォアパンケーキ、フレンチトーストと、歯の強い人から弱い人まで万全な対応です。そんでね、塗るやつもいっぱいあるのよね。メープルやら蜂蜜、ジャム、スキッピ、チョコソース。注目すべきはバターね。黒糖クリームバターやらパイナップルバター、ホイップもありました。続いてパンの後ろのエリアは沖縄そば。右側の暗黒麺ですが、もずくかなと思ったらイカスミ麺なんですって。この意外性よ。それでね、トッピングが優秀でね、中でもこちらの三枚肉ね、ペラペラじゃない、ちゃんと厚みのあるお肉がトッピングに用意されてるのは珍しいと思うのよね。忠おさんはもうね、喜んでこれ単体で食べてましたね。そしてこちら、なんと離乳食の用意があってびっくりしました。これは初めて見るサービスでしたが、ちょっと感動ものですよね。エプロンやレンジまで用意されてて、なんていうか、使うか使わないかとかじゃなくてね、小さなお子様連れのご家族の大変さをおもんばかるっていうのかな。そういう姿勢が素敵だなって思いました。出ました、焼きそば。焼きそばって大概お子様枠に入れられてるけど、ただの夫婦は揃って大好物なもんで、小さなお友達と一緒に並んで大きいお友達もいただいております。同様にポップコーンシュリンプもハッシュドポテトも大好きです。こちらはパンの先のエリアだったかな。定番のゆで卵。パラディさん、ソースとか調味料の設置がめっちゃ充実してるんだよね。お客様がグローバルなんだろうなって感じました。目玉焼き、卵焼きってきたら、忠おばの好物、スクランブルエッグだよね。卵オールスター揃い踏み。あ、そうそう、このビュッフェのお料理入ったいつもあったかい銀の容器はチェーフィングディッシュって言うんだって。さっき調べました。今回忠おさんに撮影手伝ってもらったから、このチェーフィングディッシュに何回も仲良し風ただの夫婦が映り込んでおります。卵オールスターの後はハムベーコン祭り。カヌチャさんのハム類めっちゃ美味しいです。マジで美味しくて、忠おさんはハム類を食べるためだけにもう一回行きたいって言ってるほどです。これも食べたい。どれも美味しそうなんだけど、ね、すごい美味しそう。忠野家大興奮です。
通り過ぎちゃいましたが、じゃがバター、グリルチキン、ウインナーが続きました。その後に月桃香る蒸し野菜ってことで、かぼちゃ、インゲン、紅芋のせいろ蒸しがありました。温かいお野菜なら朝でも食べやすいですよね。そしてお米も普通のご飯と16穀米2種類あって、さらにご飯のお供もこんなに豊富にありました。で、アグーカレーがあって、ご飯だけでも十分なのに、ご親切に何まで用意していただいちゃって、至れり尽くせりです。その横には汁物、コーンスープとお味噌汁が並んでいました。お味噌汁のね、小ネギがお好みで別添えなのも良きです。和風おかず、サバの塩焼き。いつもは魚を取らない忠おばですが、美味しそうなので今回取っちゃったよね。お隣は沖縄の郷土料理、クーブイリチー。みんな読み方知ってた？そして最後に肉じゃがです。今見たお料理のちょうど後ろ、真ん中のエリアにサラダがあったんですが、見てわかる通りの充実ぶり。生野菜からポテトやかぼちゃ、マカロニ、海藻などなど、野菜苦手でもなんか一つぐらい取っていけるでしょって言われてるような気がするぐらいに種類が豊富でした。で、もはや皆さん想像ついてると思いますが、ドレッシングもめっちゃ種類ある。カヌチャさんね、結構連泊される方多いと思うのでね、こういう細かなところもきっと飽きさせないようにの配慮なのかななんて感じました。あ、でこれ、島豆腐にモロヘイヤとオクラのネバネバおひたしがかかってるやつ。ただばこれね、お気に入りです。モロヘイヤの美味しさ久々に思い出したよね。モロヘイヤはね、エジプトの王様が病気を治すために食べたっていう伝説があるくらい栄養価の高いスーパーフードですからね。これきっかけにまた買ってこようと思った一品でした。バダオバ。そしてお待たせしました、沖縄生マグロ丼。すごい、もずくとかオクラとかね、すごい、やばい、忠夫さんやばい。相変わらず興奮しすぎると語彙力が小学生になってしまう忠夫は、カヌチャさんののっけ丼はね、マグロがぶつ切りとネギトロの2種類あるし、もずくや新鮮な海ぶどうもあってね、沖縄風にアレンジできるのが魅力です。これはね、もうぜひ絶対作って食べてほしいなって思います。自主制作系が続きます。パン好きの忠夫はこちらもおすすめです。ホットサンドメーカーに挟んで作ったり、あとはハンバーガーとか沖縄っぽくポークバーガーとかね、作れちゃいます。欲張ってね、入れすぎると溢れますので、その点だけご注意ください。お子さんと一緒に楽しそうに作ってる方とか多かったですよ。ようやく後半に入ってまいりました。フルーツはバナナから始まってパッションフルーツ、これ未だに生の食べたことないや。ピンクグレープフルーツ、はい出ました、ドラゴンフルーツ。集合体恐怖症の方気をつけてね。でオレンジとパイナップル。沖縄来るとね、自分はパイナップルが結構上位で好きなんだなと毎回実感します。名護のパイナップルパークもなぜか好きなんだよね。出たー、伝説のフルーツ水来ましたよ皆さん。飲むとインスタのフォロワーが100人増えるとかなんとか。嘘です。このくだりもね、やり続けてかれこれ3年以上経ちました。早いもんです。それでパラディさんのビュッフェにはね、通常のドリンク関係の場所以外にここにも飲むヨーグルトとかフルーツビネガーとかあってね、忠叔母はシャインマスカットビネガー飲んでみたんだけど、すっごく飲みやすくて美味しかったの。ちょっとね、もう売ってたら買おうかなって思うぐらい好きな味でした。その他にももちろんドリンクはいろいろありました。あ、これ琉球紅茶知ってる？コクがあって渋みが少なくてまろやかで、忠叔母めっちゃ好きです。サーターアンダギーみたいな揚げ菓子との相性がバッチリなんだよね。あとはね、一般的にドリンクバーにあるようなラインナップだけど、忠野家が嬉しいのはパインシークワーサーとアセロラね。それからソフトクリームマシーンとコーヒー各種ありました。忠叔母はもう最後に絶対コーヒー必須ですからね。最後デザート系はシリアルがまずあって、ケロックさんのこのシリアルじゃ可愛いよね。で豊富なドライフルーツ類、
ヨーグルトはカップに入ってるのと、ドライフルーツとかトッピングしやすいすくうタイプのありましたね。フルーツカクテル沖縄ぜんざい。実は忠雄はね、ぜんざい系も得意じゃないので食べたことはないんだよね。美味しいんだろうね。あまおうゼリーとパイナップルわらび餅で、忠雄は上の列の方が好みでして、サーターアンダギーダークチョコドーナツベリーのロールケーキがありました。そして最後の最後はブルーシールアイス。これはね、ほんと嬉しいよね。チョコ、バニラ、シークワーサー、紅芋。前日ね、買おうかどうか迷ってて、買わなくても食べれたって喜びました。I dreamt that we spoke again on the sand next to the ocean. Your summer eyes looking back at mine. I miss those times when there was nobody to hold us back, nobody to complicate it, nobody to keep us down, nobody to tell us how, nobody to get frustrated, nobody to stop. では、いただきます。まずはサラダからいただきます。そうですね、ベジファースト。忠雄の八街大将はこの炭水化物ますよね。で、忠雄さんの八街大将これね。こいつだね。茶色いやつね。というわけで以上がパラディさんの朝食ビュッフェでした。忠野家は結構いろんなビュッフェを体験していますが、過去一滞在時間が長かったです。前半はね、撮影もあったからだけど、ラストオーダーのお声掛けまで滞在させていただきましたが、もうね、それだけ美味しく楽しめた朝食ビュッフェでした。ちなみに忠雄さんは朝食ビュッフェの中では過去一お気に入りだそうです。忠雄さんの2回目バカプレート。バカプレート。これね、さっきのサルダンとこれやったやつはきび丸豚のボンレスハム。ボンレスハムでして、そりゃ美味しいわ。うん、それが格別に美味しかった。なるほどね。もう意外と味覚に自信あり。ちょっともち頑張ってください。はい。忠雄はお料理もさることながら、やっぱりこのロケーションがね、最高でした。テラス席で青空とマザーツリーとガーデンプールを見ながらっていうのがね、たまらなくリゾート満喫時間って感じがして本当に幸せでした。朝食つけるかどうか迷う方もいらっしゃると思いますが、忠野家はつけることをお勧めいたします。帰り際にスタンプラリーを見つけました。かなちゃさん時期ごとにいろんなテーマのスタンプラリーをやっているみたいです。カートで移動するのが楽しいので、忠雄たちものんびり散策しながら、ついでにスタンプラリーも集めることにしました。